この動画はコア株式会社の提供でお送りします。こんにちは。新型の5代目プリウスのインバーターを入手しました。内部の構造を分解しながら確認しつつ、4代目プリウスとどういったところが変わったのかを確認していきます。実際に分解してみた感想ですが、制御回路基板と 12V 出力の DC-DC コンバーターがかなり最適化された印象があります。分解を始めていく前に今日のスポンサーのコア株式会社の紹介です。どうぞ。最も基本的な電子部品といっても過言ではない低工期でトップクラスのシェアを握っているコアが熱設計で非常に役立つコンテンツをホームページ上で多数公開しています。最近の電子機器は小型化が凄まじく超高密度な部品実装が必要になってきています。そこで重要になってきているのが熱設計です。なんと低工期のプロフェッショナル集団であるコアが無料で300分以上の熱設計動画を公開しています。熱設計の基礎から始まって熱設計の考え方を体系的に学べるようになっています。期間限定の動画もあるので概要欄の URL から今すぐコアの無料会員登録をして仕事に活かせる熱設計を学んでみてください。早速ですが外観を確認していきます。まずこちら天板部分です。ラベルがあります。こちらの型番になりますね。トヨタデンソーと書いてあります。メイドインジャパンです。こちら5代目プリウス ZVW60 から取り外したインバーターです。5代目プリウス3つくらいグレードがあります。グレードによってエンジンの排気量が違ったり、あとはモーターの出力なんかも違ってきます。今回は ZVW60 から取り外したものです。まずはこちら結構太めのワイヤーハーネスがあります。こんな感じです。ちなみにこのハーネスにかかる電圧はバッテリーの電圧と同じです。こちらにも同じようにハーネスが刺さるところがあります。それぞれの端子の太さを見る限りだと、こちらの方がバッテリーに直結される端子かと予想しています。ちなみにハーネスは中身を開けることができてこのような構造になっています。ヒューズが入っていますね。ヒューズの定格は 450V60A でした。バッテリーから来ている電流が 60A で済むわけがないので、こちらのハーネスは車内の他の装置でバッテリー電圧を使うためのものかと思います。他の面も見ていきます。こちらは車内で使う 12V の出力端子です。こちらの内部でバッテリー電圧から 12V に高圧したものが出てきます。ここに接続されるケーブルもかなり太めのごついものが使われていました。やはり数十から 100A 程度の電流が流れるので、このくらいの太さのケーブルは必要です。このような大電流を流せる電力変換回路がどのような構成になっているのかも後でしっかりと確認していきます。その隣の端子を見てみます。こちらはモーターに接続される端子です。ここからケーブルが生えているのですが取り外した状態になっています。こちらに 1V、1U、1W、2V、2U、2W といった刻印があります。トヨタハイブリッドシステムは3層モーターが2つついています。なので合計6端子分あります。下に1個端子がついていますが、こちらは直流部分の端子です。そして最後、こちらの面です。こちらは冷却水の出入り口です。パイプがついていますが取り外せます。冷却水が通る通路はこちらの底面部分から簡単に確認できるようになっています。こんな感じです。結構簡単に取り外せます。冷却水の通路に空気が入り込まないように多分下から水を送り込んでいくと思いますが、ここから冷却水が入り込んで一周ぐるっと回ると。そしてこの樹脂パイプを通って上の方に行って、さらに中でぐるーって回ってこっちから出てくる。そういった水の流れかなと予想しています。内部の構造を大まかにですけど見ていきます。制御回路の基板、インバーターのモジュール、インダクター、DC-DC コンバーター、こちら 12V、そして下の部分に水路が来るといった構造になっています。こちらが新型5代目のプリウスです。4代目と5代目ではパワーコントロールユニットの構造自体が少し違ってきています。主に水の流れる位置です。これはパワーコントロールユニット自体を横から見た図です。上が先ほどの天板、下が底面部分です。4代目は水路がちょうど真ん中のところに来て、その水路をインダクターと 12V DC-DC コンバーターでサンドイッチするような構造になっていました。ですけども5代目は水路が一番下に来て、その水路を使ってインダクターと DC-DC コンバーターを冷やす、そういった構造になっています。これから中身を見ていきます。一番上の蓋を開けていきます。はい、緑色の制御基板が見えました。まずこちらコネクターがついているあたりが主に電源回路です。後でお見せしますが裏面にはマイコンも実装されています。
画面左側には駆動用インバーターに使われるゲートドライブ回路があります。ここにハンダ付けできる箇所がありますが、これはインバーターコンバーターに使われるパワーカードの制御端子です。4代目プリウスですとソケットとの接触で接続されていましたが、5代目ではハンダ付け接続に変更されたようです。ハンダ付け接続ですと長期的な振動によるクラックなどが気になるところですが、そういった課題をクリアしてのハンダ付け接続かと思います。あとはソケットを使うよりもコストも少し安くなるんですかね。パワーカードから生えている足を入れる必要があるのですが、その位置合わせもこちらのスルーホールの方が難しいんじゃないかと思います。ゲートドライブ回路の電源はフローティング電源を使っています。こちらがフローティング電源に使われている変圧器です。4つあります。インバーター回路のネガティブアーム側のグラウンドは共通でも問題ないので、そのように接続しています。実際グラウンド側の基準電位は同じです。一方でポジティブアーム側はどうなっているかというと、ゲートソース間もしくはゲートエミッタ間の基準電位を全て分ける必要があるので、そのような接続の構成となっています。こちらプリント基板の銅箔をよく見てもらうと分かるのですが、ポジティブアーム側の方が4倍くらい多めに絶縁距離が取られています。こちらの基板を取り外して裏面も見てみます。ちなみにこちらの部分パワーカードの足がかなりの数刺さっていたので、ハンダは全て除去しました。裏面はこのようになっています。基本的にはマイコンとゲートドライブ回路があります。ちなみに表面見てみるとパワーカード以外にもこことここにハンダ付けする箇所があるのですが、樹脂製のソケットを使って足をガイドできるようになっています。搭載されているマイコンはルネサス製の R7F701282 といったものです。これと同じものがもう一つ使われています。先ほども言ったかと思うのですが、トヨタハイブリッドシステムは電動機を2台積んでいるので、それぞれ専用のマイコンが必要なようです。その下のこちら、電装製のカスタム IC があります。これがどういった動きをするのかは分かりませんが、コネクターに接続されているので、外部との信号のやり取りをしているのかもしれません。次はこちらにあるゲートドライブ回路も見ていきます。ここに並んでいるのは電装製のゲートドライブ用カスタム IC です。4代目プリウスですと信号絶縁用の IC とゲート駆動するためのゲートドライブ IC を使っていました。5代目ではフォトカプラーなどの絶縁用部品が見当たりません。なのでこちらのカスタム IC の中に信号を絶縁するための部品が入っているかと思います。ちなみに信号を絶縁する方式は光、磁気結合、静電結合などいろいろな種類がありますが、こちらの IC でどの方式を採用しているかは不明です。本体をさらに分解していきます。ちなみに制御回路が乗っている状態だとこのようになっています。これをスポッと抜いてしまうわけですね。そしてここに冷却のための熱交換器とそれにサンドイッチされているパワーカードが見えています。ここについてもう少し詳しく見ていきます。ちなみに中身はこのようになっています。スペース的にはかなり余裕のある作りになっています。ここに拳1個分がちょうど入るようなスペースもまだまだあります。このインバーター部分のモジュールを先に取り外して全体像を見てみましょう。まず画面左にあるのがインダクターです。バッテリー電圧を昇圧するのに使われます。そして画面右側にあるのがこちらが 12V 出力の DC-DC コンバーターです。駆動用バッテリー電圧を 12V まで高圧します。ここが回路が収められている一番底の部分になります。そして反対側を見てみると先ほど見てきた水が通る通路があります。こちらが主回路を書き起こしたものです。ホワイトボード右側がインバーターの主回路、そしてホワイトボード左側が双方向コンバーターの主回路です。電動機が2つあるので、それぞれに対してインバーターが必要です。そしてこちらが双方向コンバーターです。フィルムキャパシターが160マイクロファードと530マイクロファード、そして直流のインダクターがあります。これが主回路の構成です。では実物を見ていきます。まず大まかな部品接続を見ていきます。こういう風にぐるーっと一周回していきます。まずこちらがインバーターの主回路部分です。こちらのプリウスのインバーターに使われているパワー半導体のパッケージは両面冷却タイプのものです。電装のパワーカードです。こちらのモジュール、このように取り外せます。下に眠っているのがこちらの部品たちです。これはラミネートバスバーとインダクターです。このように接続されています。でこちらに駆動用バッテリーのプラスとマイナスがそれぞれ接続されます。ラミネートバスバーでこのように来て、プラスの端子だけインダクターに接続されます。インダクターを通った後はこちらのプラス端子から出てきます。そして先ほど取り外したモジュールのこの端子の部分が接続されます。
インダクターを通った後はこちらのバスバーまで来て、あとはパワーカードでスイッチング、昇圧されます。ちなみにこちらがラミネートバスバーの接続です。パワーカードから出ている足は銅のバスバーに何らかの方法で溶接されています。こちらのモジュールをもう少し詳しく見ていきます。まずはこちら、黒色の細長い箱がありますが、こちらはフィルムキャパシターです。パナソニックが製造しています。日本製です。プリウスのインバーターに使われているフィルムキャパシターは昔からパナソニックのものが使われていますね。3代目、4代目、そしてこちらの5代目もパナソニック製のフィルムキャパシターが使われています。こちらの水冷の冷却器、パワーカードと冷却器をそれぞれ交互にサンドイッチしていくことで、パワーカードで発生した熱を効率よく逃がすことができます。ちなみにこちらのパワーカードは 2in1 タイプのものです。パワーカードの解説動画については以前作成したので概要欄から確認お願いします。ちなみに3代目プリウスはパワーカードを使っておらず、大型のパワーモジュールを使っていました。4代目プリウスからパワーカードを使うようになっています。そして今回分解している5代目プリウスも同じようにパワーカードを使っています。パワーカードを冷却するための水冷ヒートシンクですが、スポッてこんな感じでこのように簡単に抜けてしまいます。パワーカードの両面にはこのように焼き物でできたような絶縁板が貼り付けられています。両面に熱伝導グリス塗られていますね。そしてパワーカードの部分は銅のコアがむき出しになっています。裏側も同じようにむき出しになっています。パワーカードの中に入っているパワー半導体を効率よく冷却するため、このような構造になっています。パワーカードを冷却する水冷ヒートシンクも分解しました。3段構造になっています。こちらの表面部分、そして中間層、そして一番下の層です。パワーカードを効率よく冷却するため、それぞれの層にフィンが立ててあります。特に中間層については表裏両方にフィンが立ててあります。冷却効率はかなり高そうです。今回分解した5代目プリウスのパワーコントロールユニットはパワーカードを合計で8枚使っています。バッテリー電圧を昇圧するための双方向コンバーターに2枚、トヨタハイブリッドシステムは電動機を2台使っているので、それぞれのインバーターに3枚ずつパワーカードを使っています。気がついたことがあるのですが、4代目プリウスを分解した時、パワーカードは7枚使われていましたが、こちらの5代目プリウスでは8枚構成となっています。4代目プリウスは双方向コンバーターに使うパワーカードは1枚だけでしたが、5代目プリウスは2枚使用しています。多分電動機の出力が上がったので、それに合わせて双方向コンバーターが扱える電力を上げた可能性があります。ここでプリウスの4代目と5代目のモーター出力を比較してみます。4代目プリウスのハイブリッドモデルは 1NM 同期電動機を使っており、出力は 53kW、トルクは 163Nm です。5代目プリウスは 1VM 同期電動機を使っています。モデルによって最大出力が異なりますが、U グレードが 70kW、185Nm、Z と G グレードが 83kW、206Nm、プラグインハイブリッドのグレードが 120kW、208Nm となっています。今回分解したものは車両形式 ZVW60 から取り外したものになります。グレードごとにパワーコントロールユニットを変えているのか、それとも共通化しているのかは分かりません。ですがモーターの出力が向上してより多くの電流を双方向コンバーターに流すためにパワーカードを2並列にしたのかもしれません。そして最後 12V 出力の DC-DC コンバーターを見ていきます。こちらが 12V 出力 DC-DC コンバーターの外観です。ここに電圧の入力部分、そして出力の部分があります。入力部分は先ほどから何回も出てきているこちらのラミネートバスバーが接続されています。ここにはバッテリーが直結されています。なのでバッテリーの高電圧を低圧の 12V まで高圧する回路になります。ちなみに隣にあるのは先ほどから何回か出てきているインダクターです。こちらのインダクター、巻き線が露出しています。結構発熱するんでしょうね。熱伝導シートを介して放熱されます。こちらの DC-DC コンバーター、自製部品がいくつか使われています。これはフェライトコアですね。板バネで固定されています。単純にネジ締めするだけで規定の力で押さえてくれるので、トルク管理が楽なんでしょうね。基板を取り外すとこんな感じです。表面、そして裏面です。こちらの基板からアルミケースに熱を逃がすため、熱伝導シートが至るところに貼られています。発熱する箇所については全て貼られています。表面を見てみるとパワー半導体がいくつも実装されているのですが、そのちょうど裏面に来るように発熱する部分は全て熱伝導シートが貼られています。
ちなみにフェライトコアがこのように板バネで押さえつけられていたわけですが、その部分にはインダクタンス調整用のフィルムが貼られています。こちらも同じように貼られていました。こちらにあったインダクターのコアの裏面にだけ熱伝導グリスが塗られていました。インダクター自体の発熱がきついのか、それとも周りの発熱がきついのでインダクターのコア自体も放熱に使うのか、そんなところでしょうか。こちらの 12V 出力の DC-DC コンバーター、プリント基板1枚構成です。使われているパワー半導体部品は全て表面実装部品を使用しています。4代目プリウスまでは基板が2枚構成であったり、スルーホールタイプのディスクリートパワー半導体が使われていました。そして今回の5代目はかなり最適化された構造になっています。最適化というよりかはほとんど新しく設計していると思います。ちなみにこちらの基板はトヨタ自動食器製です。トヨタ自動食器って自動車の色々なところに使われています。ハイブリッド自動車のオプションとかでついてくる 100V1500W のインバーターがありますが、そちらもトヨタ自動食器です。こちらが主回路の構成です。アクティブクランプ方式のフォワードコンバーターになっています。しかも虹側は同期整流です。結構大電流が流れる回路かと思うので、パワー半導体は基本的に2並列で使っていました。パワー半導体部分の実装もなかなか凄まじいです。こちら全て N チャンネル MOSFET なのですけども、ドレインのタブがハンダ付けされているところがありますが、その裏面を見てみると、こちら銅のバスバーの上にハンダ付けされています。これ実装するのもなかなか大変なんじゃないかなと思います。銅のバスバーをこちらの面にリフローハンダかフローハンダかやって実装して、その後にこちらの面にパワー半導体を実装していく方式かと思います。非常に熱容量の大きな部品なので、ハンダ付けの条件を出すのもかなり難しかったんじゃないかと思います。しかも放熱が非常に重要な部品に使われているところなので、実装不良なんかがあったら非常に壊れやすくなってしまいますし、不良品の数も非常に多くなってしまうと思います。こういったのはなかなか難しいんじゃないでしょうか。バスバーの厚みについて、こちらのバスバーだけ厚さ 1.5mm、他のものについては基本 1mm といったところです。裏面もそうです。こちらについては 1mm です。またパワー半導体が実装されている銅のバスバーは場所によって厚みが違います。基板とハンダ付けされているところは厚さ 1mm、パワー半導体が乗る部分については基板分の厚みも増えますので厚さ 2.5mm になっています。回路を少しだけ追っていきます。こちらバッテリーからの電圧が来て、ヒューズやインダクター、キャパシターなどを取って並活化されます。そしてこれがフォワードコンバーターの一時側のスイッチ。こちらがクランプ回路のスイッチです。裏面を見てみると、こちら一時側の巻き線があります。銅の単線を一時巻き線にしていました。プリント基板で巻き線を作ることもありますが、今回の場合だと多分電流容量がなかなか足りなかったんじゃないかなと、そんな予想をしています。この巻き線のハンダ付け実装も結構難しそうですよね。手作業でやってるのか、それとも機械がやってるのか、なかなか判断がつかないところです。そしてこちら銅のバスバーがありますが、これは全て虹側の回路です。表面、そして裏面にもバスバーが使われていて、ふんだんに銅のバスバーを使っています。フォワードコンバーターの虹側のスイッチにはルネサス製の N チャンネル MOSFET が使われています。定格電流は 250A のものを2並列にしていました。4代目プリウスでは虹側のスイッチはダイオードを使っていましたが、今回の5代目では N チャンネル MOSFET を使って同期整流を採用しているようです。ダイオードですと順方向電圧があって損失が大きくなりがちです。今回の基板では MOSFET を使った同期整流をすることで発熱を大幅に低減できているのではないかと思います。でこちらの銅のバスバーなのですが、虹側の回路は数十から数百アンペア程度の電流が流れます。ですので、プリント基板の銅箔だけでは電流容量が足りません。ですので、銅のバスバーをプリント基板上にハンダ付け実装しています。ちなみに4代目プリウスのフォワードコンバーターの虹側回路には別基板が使われていました。そちらもやはり圧導基板を使用しています。こちらの5代目からは1つの基板で済ませるようになったので、かなりいいんじゃないでしょうか。というわけで5代目プリウスのパワーコントロールユニットを分解してきました。分解してきた結果、4代目プリウスと比べるとだいたい 50% くらい中身が変わっているかなといったところです。また全体的な構造であったり中に使われている回路を最適化または新設計化したことでスペース的にもかなり余裕がありました。拳1個分が入るスペースがまだまだ中にあります。
特に最後分解してきたトヨタ自動初期製の 12V 出力 DC-DC コンバーター、こちらについては全くの別物になったと言っても良いです。こういった回路の新規設計であったり構造の変更を伴う最適化は本当に大変かと思うのですが、よくここまでやったなというのが正直な感想です。非常に驚いています。もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。一見が販売している製品のセール情報や新製品情報などを配信しています。ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。